皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。2つレベルがあるんですけど、上の方に入っていただくと、毎週1回特別なエピソードが聞けます。よかったらぜひ入ってみてください。さて、今日のテーマは12月は忙しいです。多分どんな人に聞いても12月は忙しいって言うと思うんです。なので今日はなぜ12月が忙しいのかについて最初に、師走という言葉を紹介します。で、それから会社でどうして12月が忙しいのかという話をして、そして家庭とかプライベートでどうして12月が忙しいのかという話をします。日本の12月を知るすごくいい機会だと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。では最初に、師走という言葉についてです。昔は1月、2月、3月じゃなくて、六月、如月、弥生とかのように別の名前で呼んでたんですね。これは結構最近まで、1872年まではそういう呼び方をしてたんです。で、その後、今の1月、2月、3月、4月っていう数字を使った呼び方になってます。で、その昔の呼び方で12月は師走と言います。教師の師、先生のことですね。師が走るって書いて師走と読みます。私は昔、先生が走ると思ってたんですね。で、先生って廊下を走っちゃいけませんって子供に言うイメージがあります。で、そうやっていつもは走るなって言っている先生も走るから忙しいっていう意味なのかなって想像していました。でも、調べたら、この死っていうのはお坊さんのことだそうです。お坊さんって仏教の、頭の毛を剃って、お経をあげる人です。南無阿弥陀仏とかそういうお経をあげる人がお坊さんです。そのお坊さんがいろいろなところに行かなきゃいけなくて、忙しくって、結局走るほどなわけですよね。それぐらい忙しいから師走ということだそうです。だからやっぱり12月は昔から忙しい月なわけです。12月になるとニュースとかでアナウンサーの人がいよいよ師走になりましたねとか言うんですね。だから忙しい12月が始まりましたねっていうことなんです。で、そういうニュースとかでその師走以外の言葉を言うのを私聞いたことがないんですね。例えば5月はさつきって言います。でもニュースでさつきになりましたねなんて一回も言ったことないと思います。聞いたことないですね。他の月も同様です。やっぱりこの師走は師走になりましたねとか、あとは友達とかとももう師走だねみたいな言い方をします。もうそれはつまり忙しくなるねとか、忙しい月になったねとか、そんな感じの意味が入ってきてます。じゃあ具体的になぜ忙しいのか、まず会社から見ていきます。まず会社というか税金から見ていきます。会社員が払う税金として大きいのは住民税と所得税というのがあります。所得っていうのは実際にいくら会社からかもらえますよね。で、そこから、いろんなものを控除って言うんですけど、例えば子供を3人扶養している。扶養っていうのはお金を自分が払って面倒を見てるってことですね。扶養してるとか、生命保険とか、火災保険、火事になった時のための家の保険っていうのを火災保険って言います。そういうのとかに、入ってたりすると、それが、もらったお金、金額から控除されます。で、残ったのが所得です。その所得にかかる税金が所得税です。
で、その所得から住民税も計算されます。で、住民税は自分が住んでいる市町村に払います。で、所得税は国に払うものです。で、その住民税と所得税の計算っていうのは、1月1日から12月31日までで計算されます。なので、12月31日には、そういうさっき言った、例えば生命保険に入っているっていう証明とか、火災保険の証明とか、あと子供を何人扶養しているとか、そういうことを書いて報告しなきゃいけないんですね。で、そういう証明書とかも用意しなきゃいけないんです。そういうのは普通はそういう生命保険の会社とかから12月になると送られてくるんです。だから実はそんな大した手間ではないんですけど、そういうのやらなきゃなっていうのがあります。で、会社側はそれを社員の分をまとめて報告しなきゃいけないわけですね。提出ですね。で、自分で会社をやっている人は、今度自分がそれをやらなきゃいけない。自分でそういう書類をまとめて、税務署が国のものですね。税務署とか市役所にいろいろ出さなきゃいけないものがあるので、面倒です。税金の計算が1月1日から12月31日って言ったんですけど、結構、なんとなく、やっぱり1年がそれで終わる感じがあるんですね。日本の学校とか会社って4月から始まって3月の末までなんです。でも、やっぱりその1月1日から始まって12月31日で終わるっていう方がなんとなく仕事的には、なんとなく12月31日ってすごく大きい締めって感じがするんです。1年の締めですね。締めって終わりってことです。締めるっていうと、そこで、締めるから終わりにして、終わりにするってことですね。だから、例えばよく、これ年内に終わらせたいなとか、年内っていうのは、年のうちってことなんで、12月31日までに終わらせるのが年内ですね。実際の仕事は12月29が仕事納めのところが多いかな。29か30ですね。が仕事納めと言って終わりなんですけど、それまでに年内に終わらせたいなってよく思っちゃったりします。そうすると、これも早くやっちゃおうとか、早く連絡取らなきゃいけないとこ取っちゃおうとか、やってると、なんだか気持ちが忙しいんですね。でやっぱそれは新しい年を気持ちよく迎えたいっていうのがあるからだと思うんです。だから年内に終わらせたいっていう気持ちがなんかあるんですよ。で、終わらせなくても、キリのいいところまで終わらせたいっていうのがあります。キリのいいところっていうのは、何か大きいプロジェクトを終わらせる、その途中に、それぞれなんかこれを終わらせたい、これを終わらせて次に行くとか、これを終わらせて次の工程に行くみたいなのがありますよね。そこが終わらせるのがキリがいいってことですね。そこまでちゃんと終わらせなくても、自分の中で何か続きがある状態じゃなくて、とりあえずここまで終わらせればいいかなっていうのがキリがいいってことです。なんとなくスッキリして終わるのがキリがいい。全部終わってなくても、一旦ここまで終わらせるっていうのがキリがいいってことですね。なんで、ちょっとキリのいいところまで終わらせたいなって思ったりするんです。なんで忙しい。で、あと、それはね、心の問題かもしれないんですけど、でもみんながそんな感じで動いているから、やっぱり心の問題以上だと思うんですね。で、あと、忘年会というものがあります。忘年会は年を忘れる会と書きます。それは何かっていうと、忘年会は、会社でやったりもしますし、あとはプライベートでね、友達とかとやったりっていうパターンもあります。だいたいまさに今の季節ですね。12月の2週目、3週目が忘年会のピークです。で、それ以降、25日以降になるともうちょっと年末
なっちゃうので、それより前に忘年会は終わらせるっていうのが多いかなと思います。忘年会をなんでやるかなんですが、忘年会の中には会社がお金を出してくれる忘年会もあります。で、そういう忘年会は、その会社が働いてくれている人に、感謝の気持ちを示すというものです。いつもお疲れ様。年末は美味しいもの食べてね。それが忘年会ですね。で、あと、会社がお金を出すわけじゃなくて、自分が働いている部署で、その働いているグループのみんなで、それぞれがお金を出して忘年会に行くっていうのもあります。それは、そのグループ内で仲良くなりましょうっていうことです。で、やっぱり、お酒を飲むとか、そういう昼間じゃない別の場所でお酒を飲んだりして、いつもと違う中で話をする。仕事のプレッシャーとは別の中で話をしたりすると、仲良くなれることって多いと思うんですよね。多いと思うのが日本的考え方かもしれませんけど、会社ではあんまりプライベートな話しないかもしれないけど、忘年会だったらなんかもうちょっと突っ込んだ話ができるっていうのもあるかもしれないし、普段ちょっと遠い席だったり遠い存在な人が、隣に座ってみたら、実はすごく気さくで、気さくってのはなんか明るくて話しやすいみたいな感じですね。気さくな人だったとか、あとはお酒を飲んだら、すごい明るくて楽しい人になったとか、まあ普段見れない一面を見れるかもしれない楽しみがあります。それが悪い方向に行く可能性もあるけど、結構いい方向に行くから、忘年会ってまだなくならないでやってるのかなと思います。で、私ちょっとこの話をするので、忘年会って今どれくらいの会社がやってるのかなって調べてみました。で、もちろんそれは全員に聞いてるわけじゃないので、まあインターネット回答でやった、まあ本当一部だとは思うんですけど、今、まあそれによると60%ぐらいの会社が忘年会をやるそうです。それは別にお金は誰が出すっていうのは聞いてないので、まあ会社の忘年会があるかどうかっていう話で言うと、まあ5、60%はあるみたいですね。で、昔はね、多分本当どこもやってたと思うんですけど、だんだん忘年会って人気もなくなり、あとはコロナですね。コロナがあったんで、本当に忘年会はなくなったと思うんです。コロナの時は。で、今復活してきて、60%ぐらい。で、あと、びっくりしたのが、若い世代、20代、30代は、忘年会に行きたいかという質問に対して、えー行きたいとどちらかといえば行きたい。どちらかといえば行きたいっていうのはすっごい行きたいってわけじゃないけど、まあ、行きたいか行きたくないかって言われたら、まあ、どっちかといえば行きたいかなってぐらいの人が行きたいですね。どちらかといえば行きたい。そう答えた人が、多かったんです。行きたいとどちらかといえば行きたいって答えたのが20代が一番多くて、30代がその次に多くて、40代がその次に多くて、50代、60代ってどんどん減ってってたんですね。で、私それ逆かと思ってたんですよ。その、忘年会っていかにもなんかこう、日本的なコミュニケーションの測り方なんですね。仕事の後にプライベートの時間を使って仲良くなろうってするので、だからなんかね、日本的って感じで古い考えみたいなところをちょっと思ってたんですけど、案外、若い世代も行きたいって思ってる人も、まあそのアンケート結果ですけどね、増えてきてるのかなと思ってね、面白いなと思いました。で、今年夫に聞いてみました。どれくらい忘年会があるのって。そしたら、7回あるってことでした。もういくつかはね、終わってるんですけど、仕事関係が4回。それから、プライベートが、まあ、3つ。
そのうち一つは、まあなんかプライベートっていうか、なんていうかっていう感じなんですけど、微妙なんですけどね。夫の場合は、会社の飲み会っていうより、取引先との関係を保つための忘年会なんです。だから大事なんだって言ってました。で、今日も岡山だったかな、岡山まで新幹線に乗って、うちね、新幹線が止まらない駅なんですよ。だから1時間半かけて、結構かけて、新幹線の止まる駅まで行ってから、岡山に行って、で、忘年会に参加して、一泊して、そしてまた東京に戻って東京で仕事して、いつだったかな、水曜日かな、木曜日。水曜日か木曜日に帰ってくるっていうプランなんです。そうまでしても忘年会に行くっていうことが、これは、相手の会社にいい印象を与えるために大事っていうことですね。それぐらい忘年会という存在は、まあ、大事であるということです。人によっては。つまり、どういうことかというと、自分が会社で働いていて、忘年会行きますかとか言われるような忘年会は別に、まあ行っても行かなくても本当にいいんですよね。でもそうじゃなくて、これからもそこの会社から仕事をもらいたいとか、そうなってきたらもう絶対に行くべき、そこの会社が招待してくれたなら絶対に行くべきものなんですよね。ということで、まあこの時期、夫は忘年会でもすごく忙しいです。仕事も忙しいんですけどね。その一方で私、忘年会がゼロなんですね。で、それはそれでどうなんだろうってちょっと私、寂しくなったんですよ。私、忘年会って毎年1回あるかないか、忘年会か新年会。新年会は1月にあるもんです。だから、まあ大体、忘年会と新年会両方やると疲れるから、あの、私たちのそのグループは、忘年会か新年会をやってたんですね。で、去年は新年会をやったかな。やろうとしてたら結局遅くなって、結構遅くなってからやりました。で、今年も私、この忘年会について話そうって思ったんで、忘年会に注目してたんですけど、忘年会やろうって誰も言い出さないんですね。で、どうしよう、私、忘年会行きたいなとか思って、言おうかなとか思ったんですけど、よく考えてみると、4人でいつもやってるんですけど、そのうち3人子供が高3なんですね。高3っていうのは受験生です。で、そのうち、その3人のうちのさらに2人は中3にも子供がいるんですね。うちもなんですけどね、うちも高3と中3、中学3年生と高校3年生。だから受験生なんです。で、そうすると、出かけることは全然構わないんですけど、出かけてインフルエンザをもらってきたら嫌だなってちょっと思ったんですね。インフルエンザとかってもらうって言います。インフルエンザがうつるとか、インフルエンザにかかるとも言うんですけど、誰かからこう、うつってきたっていう時はよくインフルエンザをもらうって言います。今インフルエンザがめっちゃ流行ってるんです。というか、この時期、あと1月、2月にかけて、インフルエンザがすごく流行るんですね。多分コロナももちろん流行るとは思うんですけど、今この辺はインフルエンザなんです。で、中3の息子の学校は、1個下の学年、中2の学年が、学年閉鎖になりました。学年閉鎖ってのは何かっていうと、その場合、今回の場合、中学2年生全員お休みっていうことです。インフルエンザとかが流行った時に、まず最初は学級閉鎖ってのになります。学級閉鎖ってのは、例えば1年1組がお休み。だいたい28人から30人ぐらい一クラスにいるんですけど、多分6人、7人休めば学級閉鎖になるイメージがあります。そうするとそのクラスだけお休みなんです。で、だいたいその学級閉鎖が決まった日、もうお昼食べてすぐ帰ってきて、その後2日間休みとかぐらいですかね。そんな感じでやります。
で、その次に大きいのが学年閉鎖です。で、さっきも言ったように、例えば1年生全部休みとか、2年生全部休みとかになります。これはなんでかっていうと、日本の学校って結構同じ学年の子と遊ぶのが多いんですね。で、違う学年の子とはあんまり遊んだりしないんですよ。で、朝学校に行ったり、友達とよく一緒に行ったりもするんですけど、それも同じ学年の子と行きます。で、これは、先輩と後輩の関係だからなんですよ。例えば、小学校の時に同じサッカーチームで、その5年生の時6年生の子を名前で呼び捨てにしてたりもするんですね。例えば、おい、拓也とかって6年生のことを言ってた言ってたかもしれないのに、その自分が中学1年生になると、例えばその拓也くんは中学2年生なわけですね。で、先輩なわけです。そうすると、もう先輩って呼ばなきゃいけないんですよ。あの、特に同じ部活だったら、特に運動部は上下関係、上と下の関係が厳しいので、中1で、おい、拓也とか言ったら、もう多分その中2の子たちから、すごいいじめられます。っていうね、のがね、今ちょっとニコニコ話しちゃったけど、あんまり良くないことかもしれないですよね。まあ、そういうのがあって、基本自分たちの学年の子たちとよく遊ぶんですね。で、同じクラスももちろん同じ学年ですからね。だから学年の間では広まりやすいんです。なんで学年閉鎖ってのがあります。で、一番ひどいのはもう学校閉鎖っていうのがあるんですけど、そうするともう全員お休みですね。ただ今まで学校閉鎖の経験は私ないですね。私ないっていうか子供が学校閉鎖になったことないですね。あって学年閉鎖レベルでしたね。そう、だから今インフルエンザが流行ってるんですけど、子供が学校でインフルエンザをもらってくるのはしょうがないんですけど、私が遊びに行ってインフルエンザもらってきて子供に移したら悪いなと思って、やっぱりちょっと受験の間は、やめようかなって思ったりもするんですね。だから今、忘年会やりたいなと思ってるんですけど、やろうってなかなか言えないですね。あの、そう、自分が打つのも嫌だし、それに、やろうって言って、自分は平気で、来た別の受験生のお母さんが、じゃあなんかインフルエンザもらって帰って移したとかなると、やろうって言って悪かったなって思っちゃうわけです。だからそれもあって、なんか、やろうって言えないでいますね。でも、旦那の方はね、もうバンバンいろんなとこ移動してやってるんだから、私がちょっと遠慮したってしょうがないんですけど、なんでしょうね。なんとなくね、悪いなっていうか、まあいいかなって感じですね。そう、でもあとね、最近夜出かけるのが、すごい億劫になっちゃってるんですよ。億劫っていうのはめんどくさいってことです。出かけるのが億劫っていうのは出かけるのがめんどくさいっていうことですね。で、調子が悪かったっていうのもあるんです。ちょっと前に、メンバーシップ向けに胃カメラをしたっていう話をしたんですけど、なんか胃カメラをするぐらい調子が悪かったんですね。でも何にもなかったんですけど、よかったんですけど。で、そこの時もそうだったんですけど、なんか夜出かけると寒いんですよ。で、例えば家まで車で、車の送迎がね、家とお店の間に送迎があればいいんですけど、普通ないので、まあだからタクシー使えばいいとかの話なんですけど、タクシーもね、それなりに高いですし、家まで呼ぶとか、絶対それはしたくないというか、そこまでしてねって思っちゃうと、まあいいかなってとこですかね。で、今、自分の話になっちゃったので、このまま家庭の方のなぜ忙しいのかっていう話をしていきます。12月といえば大掃除があります。大掃除は大きな掃除って書く通り、1年で一番しっかり掃除をすることです。で、例えばね、窓ガラス、普段
あんまり窓ガラスの外側とかを拭かないとか、網戸とかね、そういう場所、普段あまりやらない場所を掃除するのが大掃除です。だからあとは換気扇、台所の換気扇、空気の入れ替えするやつとか、お風呂場の換気扇とか、あと、どういうところでしょうね。まあ、いろいろあるんですね。私はあんまりやらないんですよ。ただ、大掃除はね、あんまりやらないですね。あと、最近は、その汚れってあったかい時の方が落ちるという話があるので、冬の大掃除、寒い時じゃなくて、あったかい時にやりましょう、なんていう話もあります。ただやっぱり、年末は大掃除という印象があります。なので、やっぱり私も年末までにお風呂をきれいにしたいなってこの前思ったんですね。それで、お風呂掃除を初めて頼みました。ハウスクリーニングの会社に。でもそれが私、会社に頼んだつもりだったんだけど、多分あれ個人でやってる人だったんだと思うんです。で、八王子からわざわざ車で来て、ですね、1時間、2時間近くかかったって言ってましたかね。で、やってくれたんですけど、なんか仕上がりがいまいちだったんですよ。薬使わなくても落ちましたよとか言ってたんですけど、まあ、ほんとこすってくれただけだったんですね。だから私としてはもう薬品を使って、もう、なんだろう、綺麗にしてほしかったんです。でも、やっぱ落ちませんでしたねって感じで、そこまで綺麗にはならなかったんです。でもね、それはしょうがないと思って、最初から、新品のようになることは期待してなかったんですけど、なんかもうちょっと薬使って、科学的に綺麗にしてほしかったなっていうのがあったんですね。でね、そう、1万6千円ぐらいしたんですね。1万6千円。だから、まあ、もうちょっと綺麗になってもよかったなと思ったんですけど、その後最近やっぱりお風呂に入ってて、とっても気持ちがいいんです。私、その天井にちょっとカビが生えてきてたのがすごく嫌だったんですけど、天井が結構高くって届かなかったんですね。で、お風呂掃除して亡くなる人ってすごく多いんですよ、日本って。だから、なんか椅子とかに乗ってこうやってて、転んで頭打っても嫌だなって思って頼んでたんですけど、そう、天井はもうピカピカにしてくれてあったし、壁もね、すごく綺麗にしてくれてあったんです。だから、お風呂に浸かるんですけど、毎日お風呂に入って、湯船っていう体を入れる場所、湯船って言います。で湯船に浸かって、こうやって、はーってするんですけど、綺麗なんですよね、目に入る景色が。だからね、私本当にやっぱり頼んでよかったって思いました。で、その時に、お風呂場で使う椅子とか、洗面器、お水を汲むやつ、洗面器って言います。洗面器とかは頼まなかったんですね。プラス3000円でそういうのをきれいにしてくれるっていう話だったんですけど、ちょっとケチって、それは自分でやろうと思って頼まなかったんです。で、もうお風呂場がきれいになってたから、その洗面器を自分で洗う気持ちになって、で、この前お風呂入ってるついでに、椅子と洗面器を、まあ、ほんとこすっただけでね、かなり綺麗になりました。だからあの人もこすって、落ちるじゃんって綺麗になったからいいやってことだったんだと思うんですけど、そう、かなり綺麗になって、そういう椅子とか洗面器を綺麗にしようって思ったのも、お風呂場全体が綺麗だったからなんだなと思ってね、頼んでよかったなって思いました。日本だと割と本当に毎日お風呂に浸かるっていうのは、お湯を溜めて入るってことですね。お風呂に浸かる人が多いと思います。特にこの季節は寒いので、お風呂に入るんですけど、やっぱり綺麗なお風呂っていいなって思いました。そう、だからこれからは、その綺麗なお風呂を綺麗な状態でちゃんと保っていけるように掃除をね、ちゃんとしようと思いました。でも今私がなぜこの時期にお風呂掃除を頼みたくなったかって言ったら、大掃除の時期だからなんです。で、そのハウスクリーニングももう12月になるとすごく予約が取りにくくなってました。
私今年初めて台所の換気扇も初めてハウスクリーニングに頼んだんですね。で、その時は5月とか6月だったんですぐ予約が取れたんです。でも今回は11月の末ぐらいにネットで予約を入れようとしたらもうかなり埋まってて日程調整が大変でした。だからみんな年内に綺麗にする理由は新しい年を気持ちよく迎えたいというその思いに尽きるんだと思います。新しい年を綺麗な気持ちで迎えたいからお掃除をするっていうことですね。そう、だからよく日本では新しい年をすっきり始めるために下着を全部新しくするとか、そういう話も聞きます。私はしないんですけど、それいい考えだなと思いました。一年に一回、全部新しくするってきっと素敵なことじゃないですか。で、それをどうせなら1月1日にやるっていうのは、よし、頑張ろうみたいな、そういう気持ちにもなるし、いいんじゃないかなって思いました。で、大掃除を時間を見つけてやってって、あとそう、年賀状の準備っていうのがあります。年賀状っていうのは、1月1日に明けましておめでとうございますっていうために送るはがきです。年賀はがきっていう、普通は緑とかで書かれている文字が赤くなっている、この時期だけに使う特別なはがきがあります。年賀はがきです。で、そのはがきに、その新年の挨拶を書いて送ります。ただ、これ、もう毎年毎年、年賀状の枚数が減ってるそうです。今年は7億5千万枚、作ったそうです。郵便局が。なんですけど、これ、去年の 30% 減。去年より 30% 少ないそうです。で、そんな感じで毎年毎年14年間減り続けてるそうです。で、一番多かった年が2004年の44億枚。で、その後減ってる理由は、やっぱり iPhone とかそういうスマホが広まったからだと思います。で、今はもう本当に LINE とかで明けましておめでとう、明けおめとか、あとはもう、そういうスタンプみたいのとかを送ったりとかすることが多いです。私も、普段会っている人とか、最近知り合った人は、仕事関係ならメールで、LINE でつながってれば LINE で挨拶送るぐらいですね。ただうちも年賀状、出してはいるんです、まだ。誰に出すかっていうと、親兄弟と親戚、それから、あとは昔の友達ですね。高校時代の友達と、あと就職してからの友達とかに、もう本当に会ってないんです。どれくらい会ってないんだろう。だから私、その、年賀状でぐらいつながってたいなと思って、出してます。なんですけど今年、そういう感じで年賀状だけやり取りして、もう20年ぐらい会ってない人かな。もう20年どころじゃない。20年ぐらい会ってない人から、人の、奥さんから喪中はがきが届いたんです。喪中はがきっていうのは自分の家族が亡くなった時に、出すものなんです。で、年賀状って明けましておめでとうございますっていうので、おめでたいものなんですね。でも、その家族とかが亡くなるっていうのは、おめでたくないことなので、そのおめでとうって言わないように今年は年賀状を送りませんっていうのが喪中はがきです。で、喪中はがきはだいたいその年賀状を作る前の11月ぐらいに送るものなんですね。今まで私が受け取っていた喪中はがきはだいたいその親が亡くなったとか、だから今年は年賀状送らないっていう喪中はがきだったんですけど、本人が亡くなったっていう喪中はがきをもらったのは初めてだったんですね。で、すごいショックでした。どうして亡くなったのかとかはちょっとわからないんですけど、これからはこういう喪中はがきが増えるのかなってちょっとまた思いました。そう、自分が年取ったなと思ったのは最初、あれ、結婚式なくなったなって時でしたね。そういえば結婚式呼ばれてないって思った時に、もうみんな結婚する年齢が終わったんだっていうのがまずあったんですね。今、また改めて感じましたね。
あれもしかしてこれからはこういう本人が亡くなりました系、周りが今度亡くなっていく、自分の知り合いが亡くなっていく年齢にいよいよ突入してきたのかなっていう気がしました。それでですね、年賀状はどうやって作るかなんですけど、よくコンビニとか行くと、今の時期行くと年賀はがきが売ってます。もうすでに明けましておめでとうございますとか、あと金賀新年っていう言い方もあるんですけど、そういう文字がプリントされて、来年は馬年なので馬のイラストの書いてある年賀状が売っています。ただ結構多くの人は、特に子供のいる人は子供入りの年賀状を作ったりします。子供の写真の入った年賀状ですね。で、それはいろんなところで年賀状の受付をやってるんですけど、うちは最近はもうコンビニでやってます。アプリで年賀状を作るんですね。そうするともうイラストとかもいろいろ選べて、好きな写真を入れて、で、あとはコンビニに行ってプリントするっていうのができます。で、うちはもう本当に20枚印刷して余るぐらいです。本当に出してないです。中学生と高校生の息子ももう全然出してないんですけど、担任の先生は年賀状くれるんですね。大変ですよね。みんなに書いてるんですよね。なので、担任の先生には送るようにしています。あと、ちょっと前から年賀状じまいという言葉がなんか流行るほどじゃないんですけど、よく聞くようになりました。それは何かというと、今年で年賀状終わりにしますっていうふうに書いてある年賀状が来たりするんですね。そう、昔高校時代の先生から来ました。で、その先生はやっぱり健康上の理由、もう毎年年賀状を作るのが大変だからやめますっていうことでした。だからそうやって年賀状じまいする人も多いです。でもやっぱり一番はもう若い人はスマホで送るからだと思います。そう。で、まだうち年賀状作ってないので、作んなきゃっていうのが、ちょっとしたストレスになっています。住所とか手書きで書いてるんですね。だから、年賀状どこにしまったっけ、それ探してきて書かなきゃって思うところも、ちょっとストレスですね。そうだ、あと、クリスマスがありますね。で、クリスマスは、若い人とかは多分、クリスマス会しようとかあるのかな、それとか、付き合ってる人がいれば、クリスマスにデートするとかあると思います。で、基本的にクリスマスイブが大事です。24日の方ですね。でも24日がダメな場合は、25日にやることもあると思います。なんですけど、私みたいに家族がいるお家ですね。で、子供がいる家族の場合は、子供がなんかクリスマスは美味しいものが食べられるって思っていると思うんですね。そうじゃないお家もあると思いますけど、うちの場合はクリスマスはクリスマスケーキを食べて、あとなんか唐揚げ、フライドチキンみたいな、ちょっとケンタッキーみたいなフライドチキンが食べれるって楽しみにしてます。なので今年も、いちごのケーキを作ろうと思っています。それから、唐揚げは何かあげます。あと、友達からローストビーフの美味しい作り方っていうのを教わったので、そのローストビーフをね、作ろうと思います。で、あと、今年私考えているのは、スレッズを見てたら、なんかね、レタスの葉っぱみたいな、レタスって言っても、普通のレタスじゃなくてもっとこう、緑っぽくて長っぽい葉っぱのレタスの葉っぱを使って、こう、クリスマスツリーみたいの作ってるのがあったんですよ。ちょっと子供に内緒でそれを作ってみようと思っています。そう。で、あと私が12月忙しい理由は、年末に、今年はね、うちの息子は勉強してるからあんまりいいんですけど、そうじゃなかったら、年末、去年とか一昨年とか、うちの兄の家族が遊びに来てくれてたんですね。で、今年は、うちの家族は、私の親のところに一泊だけしに行きます。だから一泊だけだから大したことはないんですけど、少なくとも2日間は、仕事ができないししたくないので、その分は事前に
動画を作っておくとか、こういう動画を作っておくとかしとかないとなっていろいろ考えてます。そうすると、早めにあれしなきゃとか、いろんなことをこう、早め早めでやっていかなきゃいけなくて、忙しいというような気分になります。そういうのもあってなんか、12月は忙しいなっていう気がしますね。ただ、今街は買い物とか行くと、クリスマスソングがかかってるんです。で、クリスマスソングって結構楽しい感じの曲が多くって、私、買い物してると楽しくなるんですよ。だからね、余計なもの買っちゃいけないんですけど、そういう楽しい気分にさせてくれるんで、この時期のスーパーとか、そういうの私はすごい好きです。あと、昨日夜散歩に行ったら、大通りにライトアップしてあったんですね。街路樹って言って、道沿いに植えてある木があるんですけど、そういうところもライトアップされてたし、いろんなお店も、結構ライトアップしてて、で、私最近その道通ってなかったので、結構楽しいなって思いました。またちょっとワクワクする感じですね。なので、そうですね。これ今から、クリスマスの時期まではちょっと楽しくて、クリスマスの後はお正月になるんですね。で、お正月準備は、なんか忙しそうみたいな気分になりますね。次回のポッドキャストは年末年始について話そうと思います。だからクリスマスの後、スーパーがどのように変わるのかとか、年末年始に何をするのか、その辺についてお話ししたいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モギョンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌアさん、チチさん、ウーさん、シンガンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナさん、アメシさん、ナグアさん、イン・ヨインさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パク・キヨクさん、スティーブン・チェンさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、ジュン・ファ・リーさん、BB ガン・メイク・ピースさん、ヨン・オッ・キムさん、チャールトン・ローさん、グエントワン・アインさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。入っていない皆さんもよかったらぜひ入ってみてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。